スーパーになる前以来だなお前というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？今回は久しぶりのメーカーのイヤホンをレビューできるぞ。随分久しぶりに触る、TFZ。いつの間にかブランドはサパート FZ に更新されて、でも、過去の TFZ のシリーズの後継機種が発売されている。今回紹介するのは、TFZ 名義で最終版に発売された、完成形といえる、ライブシリーズの先鋒、ライブ1をアップデートした、サパート FZ ライブ1プロだ。現在発行されているクーポンをうまく活用すると5000円程度と、かなり手を出しやすい価格帯となっているぞ。そもそも、しばらく TFZ の話をしてこなかったんだけど、TFZ はどんなブランドだったのか、というと、このメーカー、初期から人気作の多い1ダイナミックドライバが主力のブランドで、特に、2010年代終盤に発売した、TFZ キングが大人気に、このキングまでに、TFZ は独自の方向性をいくつか決めてきていて、強力に振動板を動かすことのできる、20磁気回路ダイナミックドライバー、それから、TFZ のイヤホンのほとんどが採用した、大型の、12mm 振動板、さらに、カーボン系の素材の一つである、グラフェンをよく使いこなし、数々の名作と、たまには実験作を送り出してきた。ライブ1プロは、そんな TFZ の今までの積み重ねを、低価格で実現したライブ1を、さらにスーパー TFZ 名義でブラッシュアップしたモデルだ。TFZ が長年熟成してきた、大型ダイナミックドライバー、グラフェン振動板、そして20磁気回路グループによる、強力な動作により、奥行き、厚みのある音色を実現している。TFZ のイヤホンは、初期の試験モデルや、一部の上級機を除き、この、20磁気回路、12mm ダイナミックドライバー、グラフェン振動板のみ要素が備わっている、安価なライブ1プロも、しっかりとスーパー TFZ のイヤホンらしく、これらの2大特徴を備えるぞ。形状はすごくオーソドックスで、プラグは通常の非埋め込みにピンと互換性がある。このプラグは基部が剥き出しになった、TFZ にピンタイプで、付属ケーブルは通常の2ピンに互換性がないけど、イヤホン本体は一般的なケーブルと互換性があるぞ。個人的には QDC 型よりこっちが普及して欲しかったんだが、缶は9台。TFZ のイヤホンは、オーソドックスな耳掛け形状をしていて、現在では多くの他ブランドでも見る形を持っている。もちろん装着感は良好だ。初期の TFZ は、付属ケーブルでは実力を出しきれない、と一部の人から評価されていたんだけど、試しに JS Hi-Fi AIMA と組み合わせたところ、一瞬でわかるような差はなかった。初期の TFZ ケーブルはかなり高音が柔らかくなっていて、ちょっとイヤホンの実力と噛み合わないパターンがあったんだけど、ライブ1プロは、そのような心配は不要そうだな。付属品は、イヤーピース、それからポーチ、というか、愛巾着袋で、持ち運びよりも保管用、といった雰囲気だな。デカデカと刻印されているスーパー TFZ ロゴは、見慣れたメーカーなのになんとなく見慣れない。と、外装に関してはこんな感じ。中身についても、最初の方で触れた通り、TFZ 系イヤホンとしては最も基本的な構成だ。さて、ライブ1プロは、従来の TFZ 系サウンドとどう違うのか。我が家には、現在、TFZ 系イヤホンとして、ミロブエディション2021と、スーパー TFZ 名義になる前に発売された、ライブ3が残っている。この2台を久しぶりに引っ張り出して聞いてみたら、第一印象では、同じくグラフェン系振動板を採用した、ミロブ2021に近いな。つまり、いつもの TFZ 感が強いイヤホン、という印象。スーパー TFZ ライブ1プロは、大型の振動板から生み出される、低音域側の安定感と、ある程度しっかり改造する高音域が魅力だ。ただし、カリカリ、ハキハキといった表現が出てくるほどではなく、ウォームで落ち着いた雰囲気がある音色になっている。弱点らしい弱点は感じられず、台形ダイナミックドライバらしい、圧力のあるサウンドを楽しめるぞ。同じ 12mm ダイナミックドライバだと、最近は KZ も同じサイズのイヤホンを発売しているが、KZ-ESX は同じ 12mm ダイナミックドライバだけど、一部の表現では TFZ 系の方がはっきりと響く、グラフェン振動板のおかげだろうか。ただ、グラフェン振動板を採用したイヤホンとしては、かなり音は丸い。また、空間も壁を感じる、密室の中で響いている印象で、残響は結構残る印象だな。グラフェンではあるけれど、カーボン系振動板っぽさはあまり顔を出さず、全体的にはウォームで落ち着いた音色が強いイヤホン、という印象が強いぞ。音色を分解してみようか。高音域は一部金属音はある程度明瞭なものの、ハイブリッドや、高音がしっかり力強いダイナミックドライバー一発のイヤホンと比較すると、全体的に柔らかい印象がある。潰れている感じというよりは、ウェットというか、ある程度ハキハキとキレよく出てくれるんだけど、周囲で反響している感じ、聞いていて空間表現に音を感じ、また、
前後に拡散した音が反射してくるような、横方向に広い音色だ。中音域。ボーカルはオウムに仕上げてるだけあって、量感が良い。しっかりとボーカルがカサカサと乾燥したサウンドに感じないのが良いな。そして低音域は、12ミリダイナミックドライバーだからといって特別を期待すると損をする。しっかりと奥深く、圧力を感じる低音だけども、低音優位ながら、しっかり全体の見通しを失わない程度だ。より極端な TFZ 製イヤホンは多いけど、今回は安価かつ扱いやすい、サパート FZ 入門に手ほどきをしてくれるような立ち位置だと感じたぞ。長所は、閉じた空間なのに、しっかり空間を感じられる TFZ 特有の空間表現。弱点は、せいぜいこじらせて上位の TFZ を買った時に違いが少ないくらいだろうか。開発の度にちょっとずつ改良されていく。それがスーパー TFZ の低価格1ダイナミックドライバーモデルだと思うぞ。と、こんなところだな。久しぶりの S ユーパー TFZ。ちょっと興味を持って触ったんだけど、しっかりと TFZ 時代の遺産は継がれているようで安心した。今回はクーポンの価格などもあって魅力的なので、このタイミングでサパート FZ に触ってみるのもいいんじゃないかなといったところで今回はここまで。